はい、今日はですね、前回ですね、ワームのね、作り方のね、必要なものとか、えーし私が使ってるね、シリコン台とか紹介させていただきました。今回はですね、後編で、金型をね、作り方からワームを流し込んで完成までね、動画にしたいと思います。はい、行きましょう。そしたらね、一番初めね、金型が作るのに、モデルが必要なんですよね。こういう感じで。ちょっとバラバラと置きましょうか。はい。置きます。はい。これなんですが、これはね、白いやつはね、紙粘土で作りました。ちなみにね。うん。紙粘土はね、安くて作りやすいんですが、細くなればね、こういうテールとか、こういう足とかね、もっと細くなる。くっつけた時にシリコンに、パキってね、割れやすいですね。うん。ですんで、おすすめは木かなって感じですね。木。うん。あと、ワームでもね、型は取れるんですけどね。うん。だからあんまり細くなると、取れにくいというか、折れやすいと言いますか。はい。ちょっとそれがありますね。まあ、なんていうのモデルが別に潰れてもええよっていう人は別に上手に、削ったら、型は取れますのでね。うん。ただまあ、何回もいろんなモデルで挑戦したいっていう人は、まあ、キーがおすすめですかね。はい。その時にですね、これ、ちょっと僕、若い頃プラモデルやってたんで、ルーターってあるんですよね。電動のね。これはまあ、ホームセンターで売ってますわ。え。で、これやったらね、こういう細かいやつ削ったりとかするのもできるんですよね。うん。で、これの、粘土板がこれですね。紙粘土板がこれです。はい、これまだ途中なんですが、これ完成版。うん。なんでね、どっちもできるように作ってます。はい。まあ、こっちでもできるんですけどね。うん。やっぱりね、何が大事かっていうと、このモデルが大事ですね。モデルがしっかりしとけば、金型はね、綺麗に取れますね。はい。そしたら、やっていきましょうか。はい。はい。まあ、作業台でもいいですし、下敷きでもいいと思いますわ。僕、こういう100均で売ってるね、フィルム、こういう、ちょっとね、紙とか段ボールはね、くっついてしまうので、剥がれにくいかなと思いますね。一緒にくっついてしまったりね。うん。ですんで、剥がれやすいね、作業台とか、こういうフィルムがいいと思いますね。はい。で、ワームを、なんていうのワームを、これは模型として、これのね、ちゃんとシリコンが覆いかぶさるようにね、計算して、やる。うん。囲っていく。囲っていくし、高さも合わせていくって感じですね。もうちょっと大きいワームやったらもっと高さがいるかもしれません。はい。ほんで、大体ね、もうね、あんまりギリギリより、大体、まあこれ下ペタッとつけるんですけども、ペタッとつけた状態で、まあ横から見てね。うん。大体0.5ぐらいは最低いりますかね。あんまりね、キチキチやとね、めくるときにベロンってめくれて、また作り直さなあかんって感じですんで、だいたい最低でも0.5ミリから1センチぐらいはね、幅を取っていただいた方がいいと思いますね。はい。そしたらやっていきましょう。はい。今ね、この4つのところをね、白いテープで分かりやすいようにやりました。ちょっと普通のセロハンテープでやるんですよ。粘土でね、固めてる人もいるし、それで固定したらいいですわ。で、シリコン材がね、漏れるんですよ。それが漏れへんために、今、テープでね、固定してます。そういう感じ。漏れへんかったらいいんですよ。で、高さはね、多分1.5センチぐらいあると思います。で、ブロックが2階建てになったんですよね。こんな感じ、高さね。そっからも染み出てきよるんで、じゃあそこも漏れてきひんようにテープでもいいし、とにかく漏れへんかったらいいですわ。何でもいいと思います。
固定しましょう。こんな感じですね。これが金型の作り方。まあ粘土でやってる人もいますわ。油粘土でね。油粘土でもいいと思います。何しろ燃えてきひんように固定しはったらいいです。はい。んでこれ、今日のモデルとなるこいつをテープ貼る。こっちに。両面テープで貼りましょうか。のりでもいいと思いますよ。取れへんかったらいいんですわ。要するに。これ両面テープで貼って、これ貼るでしょ。ちょっとちっちゃいワームやけどね。これ貼ってね。面白いでしょ。いや、これやったらね、ほんと、いろんなことできますよ。ほんで、これ貼って真ん中に。真ん中に。ちょっと失敗したなと思ったら、剥がしてもいいし、もう一回やり直せばいいんですよ。真ん中にきちっと。これぐらいの感覚でね。あんまりね、ギリギリもあかんですね。多すぎてもダメ。まあ、0.5 ぐらいはどうもないでしょうって感じで。これぐらいですね。これでね、流し込んだらいいんですよ。こんなのもできます。両面したかったら、片一歩作って、で、もう一回裏返して、同じやつをかぶせる。そしたら、両面こう、同じ大きさになりますわ。はい、流し込みましょう。はい、シリコン剤をね、多分ね、僕の予想で 50g でいけるかなって感じですね。こうやって流し込んで。正確にいきましょうね。少ないのはダメですわ。うわ、失敗した。少ないのはダメね。で、やるときに新聞紙とか引いておいた方がいいさ。これ今台所でやってるんで、すぐ洗えるけどね。つるんつるんな量ですよ。ちゃんと正確に測りましょうね。これ 50g しかないかな。50g やったらね、固形剤が 2g できますわ。はい。ちょっと待ってくださいね。測りますんで。はい。すみません。動画見てたらね、流し込んでるところがね、取れてなかったんですみません。まあ、こんな感じでですね、よく混ぜてもらって、空気が結構意外と入ってるんですよ。そしてプツプツ空気が上に浮いてきますんで、そしたらその分だけ浸透するんでね、量が減るんですよ。思ったよりかは。ですんで、慌てんでいいんで、すぐには絶対固まらへんので、流し込んでもらって、よく混ぜて、空気を抜きながらよく混ぜて、流し込んで、プツプツ、空気がね、浮いてきよるんですよ。そしたらまた、ちょっとギリギリまでね、入れてもらって、流し込むとね、こんな綺麗になります。ちょっとアップしますね。はい。で、空気があると、ここにプツ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 が、ホットケーキみたいに、ね、なりますわ。それは空気が浮いてきよるんで、で、あとでもう一回、足りひん分足してあげる。はい。まあ、ギリギリまでね、流し込んでもらって、はい。これで一日中ね、乾かすというか、固めましょう。はい。ちょっとまあ、季節によっては、夏やったら、もっと早く固まりやすいし、冬はね、なかなか固まらへんかな。まあ、一日置いたらね、しっかり固まりますんで。はい。これでね、一日待ちましょう。はい。はい。一日経ちましたね。はい。剥がしていきましょう。周りからいきます。何でも周りからいきます。テープからいきますね。はい。これもね、ちょっとね、横着にバンバン剥がすんじゃなくて、丁寧にゆっくりね、剥がしましょう。その方がね、綺麗に取れます。はい。何でもね、雑に扱ったらダメだってことですよね。せっかく固まったのにね、綺麗に取れない。でね、はい。とりあえずテープをゆっくり剥がします。はい、テープを剥がしました。そしたらね、この周りのブロックを1個ずつ外します。全部ガバッと取るんじゃなくて、ゆっくりの方がいいです。この2段になってるでしょ。まあ結構テープのおかげでね、シリコンの液体が漏れてないですね。はい。そしてですね、1個ずつゆっくりね、このシリコン固まってるところを押さえながらゆっくり、こんな感じで剥がしていきましょう。一気にやったら、これまでね、ベコンっていくときあるんで、
何でもいいね、ちょっとずつ剥がしていきましょう。ちょっとずつね、上から順番ずつね、こんな感じで。はい、剥がしていきます。はい、こんな感じでね、周りのブロック取れました。そしたらね、もうこれ、フィルムなんで裏向けてもらったらね、この模型、モデルの部分とね、シリコンができています。はい、ちなみにちょっと言うの忘れてたんですけども、モデルにね、シリコンバリア、もしくは、理系台ですね、このシリコンのスプレー。はい、これダイソーで売ってます。理系台を塗っておくと剥がれやすいですね。はい、これ剥がしてもらって、まあ、両面テープついてるんで、はい、これでもできてるんですよね。でこの時に、これめくる時にゆっくりね、一気にベーンじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつめくっていきましょう。こう、ちょっと押さえながらね、モデルとシリコンを押さえながら、ちょっとずつちょっとずつ剥がしていきましょう。はい。そしたらできますんでね。ちょっとずつちょっとずつ結構しっかりしとるんで、やっぱり木でね、モデルでよかったかなって思ってますね。はい。ここの上がね、ちょっと失敗しても中がしっかり、なんていうの、金型が取れてたら、全然できますので、上の方はね、そんなに気にしなくてもいい。剥がしました。ちょっとね、ちょっと失敗したの見てもらいます。ほら、ね、力入れすぎてこんなのあったんですよ。そやけどね、こんな風に成形にならないんで、シリコンの場合は。こうしとったら、勝手に閉じてくれるんですよね。だから石膏の場合は、これこう失敗すると、またやり直さなあかんね。このシリコンの場合は、こう避けても、こうくっつけとけば大丈夫なんですよ。で、ここのね、よく見ていただくと、ここちょっと成形きれいにできてないですよね、まっすぐとか。ここね、こことかね。だから横着してるんですよね。爪でね、こうだけペーンってやってしまったんですよね。でもね、よく見ていただくと、この奥はしっかり丸できてるんですよ。自分が、だからこれが、こっち向きが下になるんで、ワームがね。後でまあ、ワーム流し込むのをお見せするんで、ここをね、カットすれば大丈夫なんで、意外とね、シリコンの方が失敗は効くっていうかね。で、この後はね、このバリアあるじゃないですか。これが気に入らんかったら、カッターとかハサミでね、成形します。バリカットしました。カットしたんですが、まあ、ちょっと適当です。ちょっと汚いでしょ。だから綺麗にしたかったらしてください。でもまあ、ここは別にワームに支障ないので、ここをね、角を取る人もいますね。綺麗にね。僕はもうワームが主体だから、ね、ちょっと開けてるでしょ。ここビキッてやってしもたんですよね。だからいい例やと思いますわ。ね。失敗例。失敗やけども、こう失敗聞くんですよ。このまま、こうちゃんと、こう置いといてやっとけば、その日々いった分がね、ワームに影響しないんですよ。ところがどっこい石膏とかすると、日々いったらそのまんま日々生きよるんで、まああれもくっつけたらどうもないと思うんやけどね。はい。だから両方の丸いワームやったらこれをもう一回上と下と作って、あとは注入口作ってもらえたらできますのでね。はい。そしたらこれ一回ね、ワーム流し込んでみましょうか。はい。今からね、ワームを流し込みますね。用意するものはね、水ですね。水。ワームを、まあ、成形した後ね、すぐに冷やしましょう。その水ですね。で、ビーカン。これもね、100均で売ってますわ。どこで買うたかな、セリやったかな、売ってます。はい。まあ、コップでもいいと思いますよ。まあ、量測れるんで、ビーカンがいいかなと思います。熱に耐えられるやつね。で、軍手。熱いんでね。で、混ぜるやつ。何でもいいです。割り箸でもいいと思います。はい。で、あとは自分の好きなワームの素材。それはもうね、皆さんの。僕はもう、使えなくなったワームを刻んでね、マテリアル別に分けてます。前にも説明したんですけどね。はい。まあちょっと一回、とりあえずウォーターメロンでいきましょうか。はい。これ
暗くてすみませんね。暗かったらすみません。はい、電子レンジですね。換気をよくしてくださいね。はい。温めますね。これもね、見ながらやりますわ。中見ながらね、もう何十秒です。1分もいらないです。それはめちゃくちゃ量あったら何分いりますけど、そんな作らんといてください。めっちゃ匂いしおるんでね。何十秒です。30秒ぐらいかな。はい。これで温めます。まあ見ながらね。ちょっとです。3インチバームやから、もうそんなには、温めないです。見ながらね、あんまり温めすぎると色変わっちゃいます。そんなもあるんで、見ながら、そんなに温めない。そんなに温めない。もう液体状になったらそんでいいです。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、これ混ぜますね。混ぜるときに空気を抜きながら混ぜてください。液体はね、空気を抜くように混ぜてください。で、熱いんでグンってしてください。換気してください。ちょっと急ぎますよ。まあ、そんなすぐ固まらへんので、まあ、もう温めたらね。で、これウォーターメロンと、グリーンのラメが入ってます。あとブラックフレーク。はい、こんな感じですね。料理してみたいでしょ。はい、これを流し込みます。見ててくださいよ。ゆっくりでいいんで、全然失敗してください。はい。ゆっくり。ちょっとぐらい多くてもいいんでね。こぼれても後でカットしたらいいんで。ゆっくり流し込みましょう。はい。ちょっと待って、この辺。流れてへんやないかい。ちょっと多めにいきましょう。あえてこぼれさせますね。はい、こんな感じで。はい。はい、これでね、ちょっと固まるまで待ちましょう。はい。多分ね、冷ましたと思うんで、剥がしていきましょう。できてると思いますよ。これ、できてるでしょう。柔らかさもちょうどいい。ほら、見て。すごいでしょう。じゃあ、こっちの上はバリっていうことですよね。失敗してもこぼれても。ここさえ、ここにバスに、魚に見せるからね。だから両面するときは両面きれいにならなあかんねんけどね。で、これ、まあ、バリ、先切ってもいいし、後でもいいですし、これ切ったらね、カットすれば、自分が思ってるワーム。で、これ、ね、さっき、ほら、ここね、裂けててもドムないでしょ。ほら、裂け目ができてないでしょ。で、こことか、この辺とかね、失敗してるでしょ。それでも、ほら、裏なんで、バリなんで、ここだけ切ったらいい。ほんで、冷やしましょう。こうやって、水にね。ほな、もっと固まるんで、先に冷やしてもいいですよ。冷やしてからバリ取ってもいいですよ。それは自由ですよ。で、またこういうチリ使えるんですわ。だから残しとく。僕の場合はね。ほかすとこない。ほんまにボロボロになったらほかすけど、こんだけ冷やした。はい、できましたね。これが僕が今考えてるワームです。で、これどうするかだよね。ハサミでもいいんやけど、こうね、チューブワームみたいに、こう、焼いたいわけですよ。カッターでもいいですよ。カッターでもいいですよ。こうやって切っていくわけですよ。そばみたいにして、スカートっていうんですか。もっと細くしたかったらカッターかカミソリとかでできますんでね。こういうふうに、タコベイトみたいな感じ。ちょっとチューブワームの扁平ボディみたいな感じ。こうとかね。はいはいはい。ちょっと適当ですけども。これワームもうワーム魚にはこっちに見せたいんでね。そう。はい、どうですか。こんな感じ。で、下から見たらこんな感じね。こっち側なんでね。魚に見せるのは。じゃあ水中ではこうやって動きおる。ね。ワームでしょ。ワームでしょ。ついでに線香とかしたかったらね、ツートンとかしたかったら、これね、ツートンになってるでしょ。見にくかったらすいません。下がね、ちょっとチャートみたいなやつと、上が、ブラック。そういう時はね、先に、違う色を入れて、で、上から、固まってから、上から違う色を、くっつける。
そしたらツートンできますんで、こういう例えば前にも説明したテールだけね色ちゃうとか、これやったらねここだけ色変えたい時あるんですよね。そしたらここだけ先に違う色をつけてしもてね、切ってしもて、こういうことですよね。これがモデルとするでしょ。ウォーターメロンをスカートにしたかったらウォーターメロンを先やってで切って、でまた新しい違う色を流し込む。そしたらねスカートだけが違う色にできますので、ほんでね、ついでに言うとくと、これチューブワームとしましょうか。で両方のね、これ芋グラブなんですが、はい、こんな感じ。でここの周りの部分がちょっとね汚いですが、ここがね金型がしっかりしとったらめっちゃ大丈夫なんで、でさっき言ったようにちょっとぐらいこう失敗しても、ね戻ってくれるんで、こうやって、それがだから失敗効くってことですよね。めちゃめちゃ効く。グラブもね、これワームをどうやって型を取ったか言うたらね、これグラブですよね。テールカットしたやつね。こんな感じですね。半分に切ったんですよ。半分に切って片方ずつ、型を取ってでくっつけてやった。ほんでワームを流し込む注入口をね作ってください。これはね後でねなんていうの、彫刻刀とかで作ってもいいし、ボールペンとかストローとかそういう硬いやつをね作ってもいいです。はい。そしたらこうやって入れます。だからこういうやつとは上から流し込めるけど、こっちはねこっちからしか流し込めません。だから流すところを作るだけですね。そして、ワーム流し込んで作ったらパッとできている感じ、こういう感じかな。ね、こんな感じですね。パッてできる感じ、こんな感じですね。だから簡単でしょ。だから別にワームでもね型取れますんでね、全然。その代わり、しっかり半分に切ってきれいにハサミでちょっとねきれいに切れないですわ。ピアノ線とか、カミソリでしたらねゆっくりまっすぐに半分に切ればねちゃんと均等に取れますので、そしたらね、シリコン材が無駄なく使えますわ。結構ハマる。これでねもう長年ちょっとこう使えなくなったワームあるじゃないですか。どうしてもね針裂けして、これちょっとワームの種類ね。はい。いつもですほかしてたんですよ。もったいないなと思って今ねワーム作りハマってます。で自分の、やりたいワームこんなんできますんでね。ちょっとねいろんな型お見せしましょうか。はい、いろんなやつ見せますね。これはねイモグラブの、テールカットバージョンですね。はい、これねで1キロもあったらねかなりいろんな作れますので、ぜひワッカーシリコンをやってみてください。これはねイモグラブをね、わーっと曲げたんですよね。ちょっと分かりにくいかな、そういうやつ。で、これがね A みたいなやつね、変なやつでこれがね、こういうワード、これのでっかいバージョンね、さっきのでっかいバージョンとか、これが3インチのねリングワームみたいな感じのやつね、ちょっとテールがねこっちだけ長いとかね、不規則に動いてくれているみたいなとか、これはね線香5インチじゃあ4インチか4インチですね。でこれも曲がってるように見えるでしょ。でもねできたのが綺麗なんですよ。お見せしましょうか。これは、ちなみに5インチね、5インチ、これ4インチなんですよね。曲がってないでしょ、ね、綺麗でしょ。このままなんですよ。ですんで大丈夫なんですよ。綺麗でしょね、このままなんですよ。ですんでそんなに一回ねほんまやってみてください。このままワーム型取っただけですわ。そしたらね今までほかしてたワームはリサイクルできますんで、環境にもいいかなって感じですね。もったいないでしょね。そんな感じ。はい、皆さんもぜひやってみて。釣り行けへん時あるじゃないですか、雨でね。
であんまり大変に作ったらね、一応有毒物質やから体に良くないんで、換気とね、しっかりしてください。あと危ないんで、やけどしんように軍手とかねしてね、はい、そんな感じです。釣りはね、釣りばっかりだね、こういうこともあるから楽しいんですよね。はい、まあこんな感じでした。はい、いい感じで、釣れそうこれ。釣れへんか。いや、一回ね実調しますわ。はい、ありがとうございます。